くぞよ。はいどうも、ケイちゃまと申します。これは一体どういう状況なんだ？あなた一体何がしたいの？今回やっていくのは100円ショップなどで売られているブック型ボックスを利用したフィギュアディスプレイの製作方法のご紹介になります。いまいちピンとこないわね。オープニングでも少し画像を流しましたが、ざっくりイメージを説明すると、漫画の世界からフィギュアが飛び出てくるイメージのディスプレイになります。そんなことが可能なのか？意外と簡単にできますので、興味がある方はぜひ挑戦してみてください。また今回の動画の編集中にあることを思いつき実行してみたところ、想像以上にいい感じになったので、そちらもご紹介しております。なのでぜひ最後までご覧ください。ご覧ください。チャンネル登録よろしくね。今回使用するフィギュアは G マテリアの孫悟空、いわゆる貫け悟空になります。私のこちらのフィギュアは以前自分で汚し塗装やリペイントをした状態のものとなっております。またこのフィギュアで制作することによって今後プライズで登場する予定の G マテリアの足でカメハメハを打つ悟空のフィギュアにも対応できると思います。足でカメハメハ？おもろー。ちゃーま。今回主役となるのはこちらの100円ショップなどで売られているブック型ボックスになります。箱に記載されている寸法はご覧のようになっております。サイズは大中小いろいろなサイズがありますので、お好みで選んでみてください。へそくりを隠すのにはちょうどいいね。ちょっと待って。土台となる部分にはこちらのダイソーで売られていたレンガ調の黒い発泡スチロールを使用します。後ほど説明いたしますが、プラ板もしくは厚紙を用意してください。こちらもダイソーで売られていた手張りのラミネートフィルム。ただ私は今回自宅にある加熱式のラミネーターを使用しました。100円ショップで購入した両面テープ、フィギュアの支柱を透明化するために使用するアクリルの棒、こちらはホームセンターで購入しました。レジンとレジンを硬化するための UV-LED ハンディライト、最後に定規、ハサミ、カッターになります。まずは発泡スチロールを箱のサイズに合わせてカットしていきます。ジョキジョキ。ちゃーま。箱の内径を定規で測定して、それに合わせて発泡スチロールをカットしていきます。サイズに合わせて切ったものがこちらになります。出た、これはよく3分クッキングが使う手法じゃないか。あーま。横幅の方もそうだったんですが、高さの方も少しオーバーしていたので、高さ調節もしております。土台の製作はまずブック型ボックスの展開図を作ります。定規を使ってイラストを貼り付ける部分の寸法を測定します。測った数字は忘れないようにメモをしておこう。てべてべてべ。この時ボックスに差し込む部分も作るので、ボックスの深さも忘れずに書き出しておきます。撮影の時はちゃんと爪を切ってきてください。あ、はい、わかりました。そして使用するイラストの裏に定規を使ってこの展開図通りに線を描いていきます。丁寧に丁寧丁寧に描くよ。あーま。外周を切り取ってラミネートします。ちなみに加熱式のラミネーターを使用するとインクの部分が色濃くなってくっきり見えるようになります。なので私は加熱式のラミネーターを使用しております。表紙の部分はラミネート部分を 2mm 以上残して切り取り、そして線の通りに折って先ほど用意した発泡スチロールと一緒に
ボックスの中へ入れます。おお、すっぽりはまると気持ちがいいね。ちょ待っちゃ。表紙の部分は両面テープで貼り付けます。フィギュアがイラストを突き破って飛び出た表現をするためにイラストに穴を開けます。箱にイラストが入ることが確認できたら一度イラストを取り出して次に穴開け作業を行います。穴を開けたい位置に目印をつけてデザインナイフで少し切り込みを入れます。そんなちょっとで大丈夫なのか？最初はちょっとだけで大丈夫です。そして小さい穴から大きい穴へ拡大していきます。まずは鉛筆さんが通ります。ちょ待って。最初は硬いので指を刺さないように気をつけましょう。引き続き穴を拡大していきます。次に小さいマジックさんが通ります。引き続きもう一回り大きなものを刺していきます。最後に大きいマジックさんが通ります。無理やり通そうとすると滑って怪我をする恐れがありますので十分気をつけて作業をしてください。最後に太めのマジックが通ったらハサミで少し切り込みを入れて指で少しずつ穴を広げていきます。イラストの中から飛び出してくることをイメージしながら穴を広げていきます。全部ハサミで切ってしまうと破いた質感が出なくなるので注意しましょう。大事なのはイメージすることなんだね。ジメジメジメおうおう、手が震えとるで。キューム。実際のフィギュアが通るぐらいの大きさになったら穴開け作業の完成です。小さめに印刷したイラストを何枚か用意してください。お好みでラミネートしてもいいんですが、私は今回ラミネートなしでいきたいと思います。そのイラストを細長く切ったプラ板や厚紙に貼り付けていきます。私の場合は1つのプラ板に3枚から4枚貼り付けてみました。貼り付ける際の注意点としては、まずプラ板に両面テープを貼り、そこに下から上へイラストがだんだん大きくなるように貼っていきます。一番下は土台の発泡スチロールに差し込む部分になりますので3センチ程度残しておきましょう。選んどる。ちょ待っちゃ。全体的なバランスを考えてイラストや大きさを選んでいきましょう。以前ジオラマ台座でご紹介した支柱の透明化の作業を今回も行っていきます。使用するのは直径が 6mm のアクリルの棒になります。完成をイメージしながら長さや曲げる部分にマジックで目印をつけます。切断する部分にアクリル用のカッターで 1mm 程度切り込みを入れたら指で折ります。いやいや、効果音が思ってたやつとちげえのよ。ろうそくの火で少しずつゆっくり曲げていきます。角度は付属の支柱と同じ程度にします。この作業いいな、楽しそう。待って。やけどには十分気をつけましょお、曲がってきた。う。ちゃま。性格も曲がってるって噂ですけども。ちゃみちゃみ。冷え固まる前に付属の支柱と照らし合わせて角度を確認します。ほうほう。そして冷え固まるのを待ちます。フィギュアと支柱の結合部分の型を取るためにお湯丸を使用します。お湯で温めて柔らかくなったお湯丸を支柱に包み込むように巻きつけます。こちらも冷え固まるのを待ちます。私が所有しているこちらは
手芸屋さんで購入したセットになります。今は100円ショップでレジンも硬化するためのライトも販売されておりますので、ぜひご確認ください。冷えて固まったら支柱をお湯丸から引き抜きます。先ほど型を取ったお湯丸の中に UV レジンを流し込んでアクリルの棒を刺します。そして UV LED ライトで硬化していきます。十分に照射が終わったら型から抜き取ります。どうかなどうかな。今回は綺麗に仕上がりましたね。珍しいことがあったもんだ。明日は季節外れの大雪ね。ちゃみちゃま。余分な部分が気になる方はデザインナイフやカッターなどで切り落としましょう。実際にフィギュアに入るかを確認します。おお、すごい。フィギュアにぴったりはまった。これぐらいしっかりしていれば安心して空も飛べるわよね。ちゃみちゃま。次に発泡スチロールに支柱を刺すための穴を開けていきます。この穴の位置は先ほどラミネートして穴を開けたイラストと支柱を刺したフィギュアを照らし合わせて全体的なバランスを見て決めていきます。こちらも少しずつ小さい穴から大きくしていき、最後にアクリル棒を刺して完成です。こちらの支柱を完全に固定したい場合は全ての作業の最後にグールガンなどで固定してください。土台のイラスト部分に切り込みを入れていきます。切り込みの幅や深さは先ほど作った連結したイラストの差し込み部に合わせて切り込みます。ふむふむ、なるほどなるほど。必要に応じて長さの調整やイラストの選定を行ってください。私の場合は奥側に4コマ、手前側に3コマにしました。フィギュアの邪魔にならない程度にイラストを飾り付けたら、てんてででんででんて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 でん。ロマンティックあげるよ。ロマンティックあげるよ。じゃあまあ、そうだ、いいこと思いついた。あれやってみよう。あれあれやろう。よいしょと。これよ、これこれ。これをこうして、さらにこれをこうしたら、いいじゃん。できたよ。これよ、これこれ。ということで、動画の編集中に急にひらめいてやってみたのはこちらのディスプレイになります。使用しているフィギュアは HG シリーズドラゴンボール Z イマジネーションフィギュア孫悟空最後の賭けというフィギュアになります。おお、こっちの方がサイズ感的にはいいんじゃないかい。ちべちべちべ。緑色の方、大丈夫かしら。チャーミン。またこのブック型ボックスを何個か重ねることによって少し大きめのフィギュアでも同じような表現ができると思います。思ったよりも簡単にできると思いますので、皆様もぜひ時間がある時に挑戦してみてください。
ンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。次はゲームコーナー行ってみよう。時間内にこのキャラクターを探せ。いたいた、あそこにいるよ。正解はここだ。またねー。